頭が尖ったイムと五老星の合体形態。三大最強戦力が史上最強のタッグを結成。皆さんこんにちは、私はシレンナです。ワンピース第1162話が公開されました。タイトルはゴッドバレーバトルロワイアンです。鬼の子ヤマトの鐘稲荷第3ボル44最終回。背景ルフィドのワノ国は今日も平和でござる。ヤマトは花の都に戻り、仲間たちと一緒に街を歩いている。錦右衛門とウルティは互いにやや疑問を含んだ目を向け合っている。この話ではゴッドバレーでの戦闘はなお続いている。島の北西部ではロックスとガーリング星が激しく交戦している。街中ではロジャー海賊団が両側から挟まれている。後退すればロックス海賊団と当たり、前進すれば海軍と対峙する。ロジャーはレイリーに前進を続けるよう命じ、自らは退き殿を務める。レイリーはシャッキーを抱えて戦場から離脱しようとしていたが、海賊たちが彼がシャッキーを連れ去ったことに気づき、包囲しようとする。だがシキが介入して阻止した。シャッキーを誤って傷つけないため、ロックス海賊団は島の財宝の略奪へと狙いを変えた。激戦は続く。レイリーはシャッキーを抱き、二人きりの時間を独占する。はあ、シャッキー君に言っておかなきゃならないことがある。言わないで、全部わかってる。クソ、これが恋の感覚か。一方、商品保管第一倉庫では、バーソロミュークマとイワンコフが悪魔の実を2つ見つけ、ちょうどそれを食べようとしたところにリンリンが突然現れ、そのうちのウオウの実を奪い去った。幸いにも、クマはニキュニキュの実を無事に食べることができた。この場面は実は第1096話にも登場したが、オダは今回そのカットをすべて描き直した。カメラは海軍側へ移る。戦場はすでに海賊同士の混戦となり、海軍は次の行動を指示している。その中でステューシーが銃を撃つカットが特に格好よく映る。同時に銀票が蹴られ、ガープと副官のボガードはある場所へ向かっている。ガープは怒りを込めて伝伝中で戦国に連絡し、ゴッドバレーの内情を知っているか問いただす。戦国の返答は曖昧で、かつて似たような情報を海軍に漏らした者がいたが、その者は後に行方不明になったと語った。戦国は正面から答えなかったが、明らかに何かを知っている様子だった。俺が夢でも見てんじゃねえなら現実だ。カメラはロックス側へ戻る。彼はエリスとティーチを救い出し、2人を伴って脱出しようとしている。背後には神の騎士団のガーリング星ともう一人の女騎士、そして悪魔化したデイビー一族の追撃が迫る。ロックスの父親と祖母もまた悪魔化しており、その姿は以前に悪魔化した巨人たちのそれに似ている。これもまた黒天支配の能力の作用ではないかと推測される。さすがに強いな。やつに切られた傷は再生に時間を要する。女騎士はロックスがデイビー一族に属することを見抜き、もし彼を仕留めれば音体はさぞ喜ぶだろうと考えている。ロックスは妻子を担いで逃げ、片手でしか戦えない。エリスは彼の足手まといになりたくないと何度も自分を下ろしてくれと頼む。彼女は立派なデイビー一族の一員として家族の運命を受け入れていると表明し、自ら振りほどいて飛び降りた。分かってる。私だってもう立派にデイビーの一族。海賊だった私なんかにみんな優しくしてくれた。一族の運命はよく理解してる。だから下ろして。私が子供一人守れずあんたにすがりつくような女なら。あんた私に惚れてないよね。バカ野郎。もし捕まりそうになったら私はティーチを殺して自害する。それぞれで生き延びて。ルルシアでまた会おうよ、ジーベック。続いてエリスはティーチを抱えて逃走を続け、ロックスは後を残して敵を迎え撃った。ガーリング星は顔に興奮の色を浮かべ、ロックスが剣を振るうと彼はすぐに笑みを引っ込め、光のごとき速度でそれを受け止めた。その巨大な斬撃は驚異的な威力を持ち、島を貫いただけでなくゴッドバレー全体を震わせた。この先の侵入は遠慮願う。かかってこい、化け物とも。斬撃でできた溝が追撃を隔て、エリスとティーチは振り返りロックスの姿を見つめた。カメラは再び商品保管第一倉庫へ戻る。リンリンは果実を奪ったばかりで勝利の喜びに浸り、それを片栗に食べさせようと画策していた。すると突然背後に人影が走り、顔面を直撃する一撃が彼女を吹き飛ばし、手にしていた果実は引き飛ばされた。カイドウはその隙をついて飛び上がり、空中で果実を一口で飲み込んだ。
この瞬間、覇気だけが全てを凌駕するという理屈は絵に描いた餅でしかなく、口に入れられるものだけが現実だった。リンリンはカイドウの得意げな様子を見て激怒し、2人はたちまち衝突、激闘から覇気の稲妻が四方へ散った。その間、ドラゴンはシャンクスを抱え、エリスはティーチを抱えて別方向に避難していた。彼らはみんな抱えた子供たちに、お前は死なせないぞ、と語りかけた。赤髪と黒ひげという二大伝説的存在がゴッドバレーで同様の遭遇をしているのは、まるで運命の始まりがここで交差するかのようだった。カメラはゲームステージ裏の商品保管第2倉庫へ移る。海賊たちはここで大量の財宝と希少な悪魔の実を発見し、ロジャー海賊団は多くの戦利品を得た。一方でロックス海賊団はこれらを奪い返そうと試みる。海軍は包囲網を敷き、海賊たちを島に閉じ込めようとしている。ここでカメラはガープにより、彼の顔には困惑と動揺の色が浮かび、眼前の事態を改めて見つめ直しているようだった。常識のネジが飛んだ島に正義とは？一団の奴隷たちが海岸まで逃れ、海軍に救助を求めたが、海軍はゴッドバレーを非加盟国として扱い、砲撃を行った。その時、サターンは山頂に立ち、戦況を俯瞰しながらイムと真の対話を交わしていた。イムはロックスがすでに死んだのかと問うと、サターンは事態が想定外に進展していると答え、そして意味深長な言葉を残した。さあ、すべてが想定外につき、むしろ激しすぎる破壊は、また新しい何かを生み出しそうな危うささえ感じます。ゴッドバレー事件の長期的な影響を考えれば、サターンのこの言葉は予言と呼べるだろう。同時に空中には一頭の飛竜が現れ、森の中ではバーソロミュークマがその能力を用いて多くの奴隷たちを助けていた。人々はこぞって彼に感謝し、クマはニキュニキュの実の能力で人々を引き飛ばしてゴッドバレーの外へ送り出しているようだった。多くの奴隷が感謝の涙を流し、ジニーもその光景に深く胸を打たれた。突然、ゴッドバレーに強烈な威圧が立ち込めた。ロジャー、ガープ、ロックスは同時にそれに気づき、サターンがギュキーの姿を現したのを見て、ロジャーは即座に警戒心を抱いた。一方で、ロックスはすでに悪魔軍団をすべて撃破していた。先ほどまで威勢を張っていたガーリング星は、今や顔を晴らして倒れ、明らかにロックスによって大打撃を受け、再生能力すら追いついていなかった。この話のラストで、ニューゲートがロックスのそばに駆けつけ、戦局に加わる。儲けはねえぞ。手伝ってくれんのか？気にすんな。いつもお前のつけで飲んでるからよ。その時、清流が空から飛来し、二人に声をかける。おい、見てくれよ、二人とも。ウォロロロロ。俺もついに能力を手に入れたぞ。もっと力を試して。よかったな。俺の知る限り、お前、今一番楽しそうだぜ。ボハハハハハ。そりゃ結構だが、聞いていいが？ありゃ一体なんだ？3人の頂点級戦力が初めて顔を合わせた。彼らはそれぞれニューゲート、最盛期にあり、グラグラの実の力を有し、武器をもらう運節、病に侵されていない。カイドウ、若く熱血、ウオウの実を食べ、八歳貝を握り、力を試すことを渇望している。ロックス。その豪遊は神の騎士団を震え上がらせ、単身で悪魔軍団を殲滅し、さらには人たちでゴッドバレーを切り裂いた。だが彼らの相手は頭の尖った五老星サターンとその頭上に取り付いているイムだった。イムはサターンの身体を直接操り、その造形は異様かつ奇怪で虚空の王座を思わせる部分もあり、全体として怪異で恐ろしい雰囲気を漂わせていた。さすがに夢だろ。なんだこの島。なんと偉大なる冒険の日々。俺はまだまだ無知だ。あれが何かって？そうだな、さしずめ、あれは世界。以上が今回の動画の内容です。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございます。もし、ワンピース漫画の熱心なファンであれば、ぜひ私のチャンネルを登録してください。皆さんの応援が私の動画制作の最大の原動力です。それではまた次回をお会いしましょう。